君がいたから強くいられた君がいたからこんにちは、シンガーの花です。いつも応援してくださっている皆さんありがとうございます。そして初めましての皆さん、これを機に私の思いを知っていただければ嬉しいです。よろしくお願いします。シンガーをしています。花と言います。よろしくお願いします。そうですね。普段はサラリーマンをしながら音楽活動をしている感じです。はい。普通に朝から夕方まで平日週5で働いています。なので仕事終わった後、平日は仕事終わった後にボイストレーニング行ったりですとか、その音楽活動、ライブに出させていただいたり、あとは土日です。でもやっぱその会社の方々もすごくサポートして、今回アーティスト活動って応援してくれているので、仕事に支障がない限り、有給休暇を使わせていただいたりですとか、お休みいただきながらやっています。普段は、Amazon っていう EC サイトの、制作のプロデューサーをしていて、皆さんが見てくださるページとか、それとか、雑誌の広告とかからテレビ CM まで扱う部署にいるんですけど、本当に人の生活を豊かにしたりとか、なんですかね、手の届かないようなところにサービスが行き渡るような、お客様のためになるようなことを提供している会社であり、私も自分のそのプロデューサーという仕事は本当に楽しくさせていただいてるんですが、その中でやっぱりどうしてももっともっと人の助けになることもずっと探していて、だから今回の音楽活動ってずっとそういうのを探してたところの一つの道で一つの答えになったのかなって思います。今2021年の5月くらいなんですけど、2020年の1月に思い立ってやるなら本気でと思ってボイストレーニングのスクールに入りまして、その2020年の7月に、スタートしました。そうですね。歌はすごいずっと好きで、ちっちゃい頃から音楽、ピアノやっていたり、ダンスを長いことしたりして、音楽とは触れ合う機会が多かったんですけど、なんですかね、本格的に音楽をやろうみたいに思ったのは、すごくファミリーみたいな大切な人が、ALS、筋萎縮性側索硬化症っていう難病があって、それになった時に、彼が自分で作ってきた曲が50曲以上あったりとかして、介護のサポートとかはもちろんしてる中で、もっと私にしかできない、元気づけられるようなことがないかなって思って考える中で、そういう曲たちを私が代わりに声となって歌うことができたらなと思って、それで本格的な音楽活動を始めました。そうですね。本当はやっぱりその音楽をスタートしたきっかけをすぐにお伝えして、ちゃんともちろん彼の音楽を出すっていうこともあったんですけど、そこから利益とかをしっかりその難病の研究をしている団体とかに寄付をしたいとか、医療団体を回って慰問活動みたいなことをしたいっていうのをずっと思ってたんですけど、どうしてもコロナ禍でそういうところを実現するのがすごく難しかったので、それが目的で音楽を始めたっていうことはちょっと伏せて、地道にシングルリリースをしたり、機会があるライブに出させていただいたりっていうところを続けてきました。最初、デビューした時に言おうかなって思ったんですけど、全然何も知れないし、
なんかこのことをまず最初に伝えてしまった時に、意図してる方向と違う風に受け取られてしまうこともあるかなって思ったんですよね。例えば、なんか寄付したいって言ってるけど、もうサラリーマンしてるんだったら自分一人で勝手に寄付すればいいじゃんとか。あとはなんかそういうお情けが欲しくて、有名になりたいからこういう話してるのとかって思われてしまうと、私は良くてもやっぱそういうことが一緒に頑張ってくれてる人たちの耳に入ってしまうと悲しいなって思ったので、まずはシンガーとしての活動をしっかり根付くことで、実績となれるようなことを作るためにシングルリリースをしたりとか、どれだけ多くの皆さんに聴いてもらえるかっていうことをまず1年間しっかり土台を作ってからお伝えしたいなって思ってここまで来ました。なんかやっとお伝えできる時が来たなって思いました。なんかこれで堂々と本当に本来音楽活動を始めた目的を伝えることもできるし、私自身の行動としてもそれに向かってさらに突き進むことができるようになったなって思ってます。アイスバケットチャレンジで聞いたことある方いらっしゃると思うんですけど、あれも7年前ぐらいに世界中で広まったアメリカからスタートしたプロジェクトなんですけど、 ALS は筋萎縮性側索硬化症という病気で、神経内科の病気になっていて、理由もわからないんですけど、脳から筋肉を動かす命令がちゃんと働かなくなってしまって、全身の筋肉が動かなくなっていくですよ。なんですけど、五感、寒いとか暑いとか痒いとか痛いとかは全部残るし、頭の働きもずっとそのまま、耳も聞こえるし目も見えるしっていう、本当に残酷な病気ですね。ALS になった患者さんとのコミュニケーションって、本当筋肉がなくなっていくので、まず直接会話をしていくことってすごく難しくって、特に人工呼吸器をつけた後は喋れないんですね。だから最後まで動くと言われている眼球の動きを使って、今視線トラッキングで文字を打ち込めてメールをしたりとか、自分で写真撮れたり自撮りできたりとかしながら、コミュニケーション図れるので、本当そこは技術の発展で、例えば作詞とか作曲とか続けられるところはぜひ続けてほしいなと思ってます。その曲も私も一緒に作って歌っていけたらなっていう思いはあります。そうですね、ALS って本当に長く存在する難病だと思うんですけど、未だに原因も治療法も全く確立されてない、いろんなドラマにも映画にもなってるし、有名な人が ALS にもなってるのに、本当にどうしても進んでいることがなかなか見えない病気な中で、自分で稼いだお金を寄付してても正直何も変わらないなって思っていて、認知度といろんな人が知ってくれて、何かきっかけになって、またアイスバケットチャレンジのような動きになったらすごく嬉しいし、それで終わらずにちゃんと継続して続けて、ずっとそういう部分の支援ができるようになりたいなとは思っています。ディアファイターズは元はその方のことを考えながら家族目線、近くにいる人の目線で作った曲で、頑張りすぎないでもいてくれるだけで本当にいいんだよっていうところを伝えたくて、諦めずにいてほしいからそういう曲を書きました。
そこからいろんな人の応援歌になればいいなと思って作っています。このコロナ禍がこうどんどんコロナの状況が長期化していく中で、やっぱりこう病気は刻一刻と進んでいく、進行してしまうっていう状況でもあるので、できることから始めたいって思いました。で、1年間応援してくださった皆さんのおかげで、こうシンガーとして例えば iTunes でのランキング1位を取るとか、シングルをこうもう7枚ぐらい出してきたとかっていうことがあったので、しっかりと応援してくださってきた皆様にもどういうきっかけで音楽を始めたのかちゃんと説明して、これから知っていただく皆さんにもそれをしっかり共有することで、やりたいと思ってたことを、やるために、クラウドファンディングを始めました。このクラウドファンディングを通じて、1年記念、ファーストアルバムリリース記念で初めてのワンマンライブをやる際に、そのワンマンライブとアルバムの利益は全てその医療団体に、寄付できるように制作部分を皆さんにこう支援していただきたいと思いまして始めました。たくさん考えたんですけど、今回やっぱりそのアルバム制作とワンマンライブを実現させるためのご支援をいただくっていう内容なので、そちらはもちろん、リターンの一部として入れさせていただきつつ、ワンマンライブで、考えているグッズ、T シャツのリターンですとか、あとはプライベートライブですね。本当にリクエストをいただいて、それにお答えするようなプライベートライブですとか、あとは私がこうやって活動を、できるようになった、その最大のサポートをしてくれているボイストレーニングスクールの、無料ボイストレーニングとか、あとは皆さんの、リクエストにそれもお答えして、あなただけの一曲を作りますっていうようなリターンなどなどあります。アルバムがこの1年間のまず集大成であって、いろんなカラーの曲を歌ってきたんですね。恋愛だったり、夢を追いかけることだったりとか、なんかこういろんなストーリーがある曲が集まって、いろんな色を持った曲をなんですかね、お送りすることができると思うので、ぜひ聴いていただければ嬉しいです。そうですね、初めてのワンマンライブなんですけど、やっぱりこう皆さんが一緒に作ってくれるライブになると思うので、まずはやっぱり楽しんでいただけること、そしてなかなか生の音を聞く機会ってすごく今減ってしまっている中だとは思うんですけど、最高のメンバーと一緒にお送りするので、音楽を、深い部分で楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。もちろん配信もするので、どこにいても、楽しんでいただけるようなライブにできたらなと思います。フルバンドでワンマンライブをお届けします。コーラスの方も来てもらって、本当でも私の音楽活動って全てこう本当に人とのつながりで出来上がっているもので、数珠つなぎのようにですね、なんかいろんな方をご紹介いただいて、本当にそこからすぐチームとになっていただいてやってます。なんかこうやっぱね、心に響く音楽を届けたいですね。今までこう1年応援してくださった皆さんへの感謝と、またこれから頑張っていくよっていう思いを込めたそれをお伝えする機会だと思っています。6月頭から販売を予定していまして、それに先駆けてリターンとしてクラウドファンディングの中にもあります。プランさんからついてます。エンド ALS さんっていう一般社団法人
でいつも応援させていただいていて、すごい活動とかが共感を得るものがすごくあって、まずはそのワンマンライブでの利益をしっかり寄付をするっていう目的をまずは達成すること。その後は可能な限り、本来この音楽活動を始めた時にやりたかった病院を回ったりとか、いろいろしながら、そういう同じ病気の方とか、その家族、周りの人々とか、あと医療従事者の方々とかのために何かできることがあれば続けていきたいなと思っています。ここまで見てくださった皆さん、本当にありがとうございます。私の夢というか、この始めた活動をぜひこれから一緒に応援していただけたら嬉しいです。こんな状況ではありますが、精一杯頑張っていくので、どうぞよろしくお願いします。